昔話ではなく、これは現代の物語です。田中健二は東京に住む大学生です。彼はずっと富士山に登りたいと思っていました。ある夏、健二はついに富士山へ行くことを決めました。友達のゆかとさとしも一緒に行くことになりました。三人はとても楽しみにしていました。出発の前の日、三人は準備をしました。登山に必要なものをリュックサックに入れました。水、食べ物、レインコート、懐中電灯、そして暖かい服を用意しました。富士山は夏でも山の上はとても寒いです。ケンジのお母さんは言いました。気をつけてね。無事に帰ってきてください。翌朝、三人は早く起きて東京から新幹線に乗りました。新幹線はとても早かったです。窓から景色を見ながら三人はワクワクしていました。新富士駅で降りてバスに乗り換えました。バスは山のふもとへ向かいました。バスの中から大きな富士山がだんだん近くなるのが見えました。富士山の5合目に着きました。5合目は登山の出発点です。周りには他の登山者がたくさんいました。日本人だけでなく、外国からの観光客もたくさんいました。空気はすでに少しひんやりしていました。ケンジは深呼吸をして言いました。さあ、登り始めよう。登山道は石がたくさんあって、歩くのが少し大変でした。でも、周りの景色はとても綺麗でした。木々の緑、遠くに見える雲、そして青い空。三人は少しずつゆっくり登りました。高い山に登るときは、ゆっくり登ることが大切です。と、ケンジは覚えていた言葉を思い出しました。6合目に着いたとき、ゆかは少し疲れてきました。少し休みましょう、とサトシが言いました。3人は山小屋の近くで休みました。おにぎりを食べて水を飲みました。しばらく休むと体が元気になりました。ゆかは言いました。よし、また頑張ろう。7合目になると道がもっと急になりました。岩を手でつかみながら登る場所もありました。雲が近くに見えてきました。まるで雲の中を歩いているような不思議な感じでした。空気も薄くなってきて少し息が苦しくなりました。でも3人は励まし合いながら登り続けました。8合目で夜を過ごすことにしました。山小屋に泊まる予約をしていたのです。山小屋は小さくて、たくさんの人が泊まっていました。夕食はカレーライスでした。外で食べた山のカレーはとても美味しく感じました。疲れた体にとって温かい食事は最高でした。夜、ケンジは外に出てみました。空には信じられないほどたくさんの星が輝いていました。東京では見ることができない美しい星空でした。天の川もはっきり見えました。ケンジは小さな声で言いました。こんなに美しい星空は
初めて見た。夜中の1時に起きました。山頂で御来光を見るためです。御来光とは山の上から見る日の出のことです。暗い中、ヘッドライトをつけて登りました。風が強くなってとても寒かったです。でも多くの登山者が同じように頂上を目指していました。9合目を過ぎると足がとても重く感じました。空気はさらに薄くなっていました。サトシは少し頭が痛くなりました。高山病の症状です。三人はさらにゆっくり、一歩一歩丁寧に登りました。頂上まであと少しという声が聞こえました。その言葉に力をもらいました。ついに富士山の山頂に着きました。標高3776メートルです。日本で一番高い場所です。三人は思わず歓声を上げました。疲れが一瞬で消えたような気がしました。ゆかは涙を流しました。頑張ってよかった、とゆかは言いました。東の空がだんだん明るくなってきました。オレンジ色、ピンク色、赤色と空の色が変わっていきました。そしてついに太陽が地平線から顔を出しました。御来光です。周りにいた登山者みんなが静かに見守りました。その瞬間はとても神聖で美しかったです。御来光を見た後、三人は山頂をゆっくり歩きました。山頂にはお店や神社がありました。富士山の神社にお参りをしました。これからもみんなが健康で幸せでありますように、と賢治は心の中でお願いしました。記念の御朱印もいただきました。山頂から見る景色は絶景でした。雲が足の下に広がっていました。まるで空の上に立っているようでした。晴れていたので遠くまでよく見えました。サトシは双眼鏡を取り出して遠くを見ました。あそこに東京が見える気がする、とサトシは言いました。下山を始めました。下りは上りと別の道を使います。富士山の下り道は砂走りと呼ばれる場所があります。火山の砂の上を大きな歩幅で一気に走るように下る道です。最初は怖かったですが、コツをつかむととても楽しかったです。三人は笑いながら砂の道を走りました。5合目に戻るとお土産屋さんがたくさんありました。賢治は家族のために富士山のキーホルダーと富士山の形をしたお菓子を買いました。ゆかは富士山の絵が描かれた T シャツを買いました。さとしは友達へのお土産として富士山の形をした消しゴムを買いました。バスで駅に向かう途中、窓から富士山を振り返りました。朝日を浴びた富士山はとても美しく輝いていました。賢治はスマートフォンで写真を撮りました。この景色は一生忘れない、と賢治は思いました。富士山はいつも変わらずそこにそびえています。東京に帰ってから
ケンジはお母さんに富士山の話をしました。星空のこと、ご来光のこと、砂走りのことを話しました。お母さんはとても喜んで聞きました。いつか私も行ってみたい、とお母さんは言いました。ケンジは言いました。今度は一緒に行こう。富士山への旅は、ケンジ、ユカ、サトシにとって忘れられない経験になりました。頂上に着いた時の達成感、美しいご来光、仲間と助け合ったこと、これらはすべて3人の大切な思い出になりました。富士山はただの山ではなく、日本の誇りであり、挑戦する人々に勇気と感動を与える特別な場所です。今日は富士山への旅のお話を聞いてくれてありがとうございました。富士山は日本のシンボルで毎年多くの人が登ります。このお話を通じて日本語のリスニング力が少し上がったと嬉しいです。皆さんはいつか富士山に登ってみたいですか？ぜひコメントであなたの感想や夢を教えてください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。